4気筒集塵機をノリで作ってみたナレーション編。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。サイクロン集塵機1号機です。3号機2気筒です。制作した順番は違いますが気筒順にご紹介しています。現在使用中の2号機3気筒集塵機です。今回ノリで4気筒にしてみます。計画図。サイクロンユニットです。実測して描いています。蓋の補強板と指示位置図です。サイクロンユニットの配置です。上段配管 VP40 を重ねてみます。ユニットとサポートの座標です。サポートの穴はユニットを据えてから毛がいて開けた方が良いでしょう。下段配管 VP40 です。先端に40、30のアダプターと Y 分岐をつけています。立面図です。配管サポート天板まで 120.5 です。サポート図です。L 金具でサポートを組んでサドルで固定します。90度方向からの立面図です。この方が分かりやすいかもしれないですね。ブッシングの作り方を詳しく記載しています。後ほど動画でもご覧ください。この形で製作を開始します。パイプの加工。墨を出します。中央に印をしたパイプ円周と同じ長さの紙を準備しました。パイプの表面には必ず規格やメーカー名等が印刷されています。その中から墨出しに採用できるものを探して小さい印でプロットし直します。それをつないで延長しながら直線を描きます。片側が引けたらプロットした線に先ほどの紙を合わせて貼り付けます。反対側、裏側で紙を合わせてその場所にプロットします。それらプロットを直線でつなげば反対側のラインが出来上がります。同様に点と点をつなぎます。機械があればより簡単ですが今回はこの方法で。直線済みが出たら穴の位置をプロットして31ファイの穴を開けます。位置がずれないようにパイロットホールに合わせてホルソーで穴を開けます。
穴が開きました。これから所定の寸法でカットします。カットの目印とラインが曲がらないように紙を巻きつけています。これを目標にしてカットします。これは上段配管です。2本作れるので1本は予備とします。下段配管です。穴が段違いになっているので加工が難しいかもしれません。カットラインです。紙に沿って切りますが、最初だけ木材を使ってガイドします。同じ高さにするためにもう一本のパイプを台にしています。少しずつ回転させながら紙のラインに合わせてカットしています。4倍速ですが、媒体によっては違うように見えるかもしれません。切れました。もう1本も同様にカットします。カットしました。上段側のパイプです。左側の図面に沿って作っています。下段側のパイプです。右側の図面に沿って作っています。VP25 のカップリングです。中央で切るとこのようになります。カップリングには中仕切りがあります。それをヤスリで削り取ります。ほんの数秒でできます。削るとこのようになります。風量を稼ぐために撤去です。それでは全面を揃えて接着します。終わりました。図面の位置でカップリングにパイロットホールを開けます。前面より 32mm です。裏側も開けます。これを下段用で4個作ります。上段は VP30 を代わりに差し込んで作ります。次に VP25 の単管にカップリングをつけて穴開け用のジグを作ります。このようにしてドリルスタンドのへこみに当ててホルソーで穴を開けます。これで配管が水平になります。使っているホルソーは48ファイです。紙が取れましたが問題ありません。イメージ通りか確認します。接続のイメージはこのようになります。ブッシングができました。ヤスリをかけてバリを取ってあります。もう少し短いとこのカップリングから2個取れるのですが仕方がないですね。カップリング同士の接着が良くないとエア漏れしますのでチェックします。大丈夫のようです。エア漏れしていると音でわかります。上段パイプです。穴周りのバリを取って
中側を少し削って滑らかにしています。テープで仮固定してイメージを作ってみます。順次缶の口元を合わせてテープを留めていきます。上から見るとこんなイメージになります。これから接着して成形します。接着のみではエア漏れするので隙間をパテで埋めてペーパーをかけました。ジョーダンパイプです。塗装をするためマスキングしています。下段パイプです。これらも上段同様に塗装準備完了です。ユニット接続口の中もヤスリで削って滑らかにしてパテで埋めています。口元の内側はテーピングの支障ないように滑らかになれば良いでしょう。ユニットに 1mm テープを巻き、台座にブッシングが干渉するので削ります。アダプターとエンドキャップです。上下パイプとも使います。それでは塗装工程に進みます。塗装完了です。プライマーをしたので塗料の食いつきは良いと思います。こちらは下段のパイプです。艶よく仕上がっています。ユニット配置図を1分の1でプリントアウトしました。これで位置合わせします。アダプターとエンドキャップです。テープで塗装を避けてあります。上段配管はこの場所に接続されます。このようになります。下段配管も確認します。このピンクの接続口につながります。このような形で接続されます。蓋の加工。補強板を仮止めして開けたセンター穴を使ってホルソーで穴を開けます。穴を開けた周りのバリも取り除きました。補強板のシールを針で閉じ込みます。できました。今回も表面に 1mm の乳白色塩ビパネルを接着しました。ボルトが通ったのでゴム板でスペースを作って閉じ込みます。わずか 1mm のパネルですが少し見栄えが良くなったでしょうか。補強板と別々にカットしていますが穴開けは貼り付け後に行っています。エア漏れ防止のゴム板です。ユニットに閉じ込みます。1mm のゴム板にシールを貼ってハサミでカットしています。できました。補強板の周りに 3mm のゴム板を接着して見切りにしています。ユニットのサポート穴は設置してから毛がいて開けます。サポート穴を 6mm で開けました。
中心に 5mm のビスを打ちます。セッティング。事前に下段側を組みます。ユニットはテープでがっちり食い込んでいます。パイプ両側のビスは入れにくいので先につけておきます。下段を取り付けます。このニップルはテープに食い込ませるために先付けしておきます。その方が上段を接続しやすいです。順次サポートビスを取り付けていきます。裏側には二重にゴムを当てています。できました。すべてにゴムを当ててユニットの周りをネオシールで埋めました。上段をつなぎます。ニップルを先付けしたので取り付けは簡単です。サドルを取り付けたら完成です。出来型と試運転。完成しました。横に広がった分高さは 120.5mm で低いです。最後に試運転です。音の感じが聞き取れるでしょうか。音が軽やかで蛇腹にも余計な負荷がかかっていないことがわかります。メイン配管が40なので風の通りが良さそうです。今後はこれを使用していきます。長きにわたりご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。